さあ始まりました We Are 嵐札幌公演2日目参戦 Vlog 波乱万丈の2泊3日となっております。行くぞ北海道。はい、今日は移動だけの予定なんですけど、このじゅんくんのわっなを着ていきたいと思います。朝ごはんです。今日は目玉焼きはケチャップ、じゅんくんがケチャップ派なのでこれでいきます。特急ナイスプセス15号成田空港行き到着いたします。第2ビルでお降りください。第2人がやばいです。すいません。これ。乗務員がすでに使用状態が。なんとか無事に宿に着きまして、マジで大変だった。それは後で話すんですけど、宿に着いてこの家から持ってきたバームクーヘン、シャトレーゼの桜味のバームクーヘンと、おしゃれなコップで飲んでいるのはただのルイボスティーなんですけれども、水分補給をしましたのでどうしようかなと思いつつも、ホテルのフロントの方がね、やっぱり嵐のライブでもう人がとんでもない、特に女性のお客様がすごいことに溢れ返っておりますのでみたいなこと言ってて、だから大浴場がすごい混むらしくて、この部屋ねすごいいい感じなんですけど、お風呂はシャワーしかついてないんですよね。でもめちゃくちゃ綺麗。なんか座る後でやるけど、なんか座るところがついてて全然いいんじゃないって感じではあるんですけど、やっぱり疲れたからお風呂入りたいよねっていうことで、これから大浴場に行って夜ご飯を何食べよう、セイコーマートには行きたいなってずっと思ってて気になってたんですよね。安いしクオリティが高いみたいなことをすごい聞いてて、今日はセイコーマートにして、明日はちょっといいものを食べられたら食べるみたいな。ご飯なんてね、とりあえずカロリーがあれば何でもいいんで、いろいろとルームツアーとかやりたいけど、とりあえず風呂大事。風呂行こうとしたら、なんかみんなは下駄っていうかなんていうんだっけ、草履で着てたんだけど、私だけ靴だけ着ててちょっと恥ずかしいんだから。よいしょってことで、お風呂にも入ってご飯を買ってきました。とりあえずね、いろいろ喋る前に食べます。ようやくねご飯を食べ終わりまして、ちょっとどのくらい聞こえるかわかんないので小さめに喋っていきたいんですけど、今日振り返ると飛行機がねかなりしんどかったですね。いろいろ対策していったけど、乗った時点でね、機長さんのアナウンスで本日大変乱気流がなんかとんでもないことになっておりますので、特に着陸の時は座席のポケットにあるその白い袋を気軽に使ってくださいみたいなこと言ってて、ってなっちゃって、気軽にそのリバースみたいな概念がないので、ちょっと本当にびっくりしちゃって、多分でも周りの人はなんかほーんみたいな感じだったんだと思うんですけど、その時点で酔い止めを飲んだんですよ。だけど全然ダメで、離陸の時グワングワンっていうね、横揺れはいいんだけど、そのグワングワン揺れが結構マジしんどくて、でしかもフェイクタイツをねズボンの下に履いてたので、お腹もなんかきつくて、本当にこれマジでリバースしてしまうかもみたいなところまで行ったんだけど、ギリ耐え、CA さんになんとか助けを求めて、もうすごい優しい人でさ、この方もね嵐のファンらしくて、私も行きたかったけど行けなかったから、あなたにはね元気な状態で行ってほしいみたいな感じのことを言ってくださって、すごい嬉しかった。
で本当にわがままなんですけど、誰かが多分席を変わってくれて窓側の席をね私のために用意してくださって、着陸の時は離陸に比べればなんとか取れましたけど、これ帰りどうすんの？行きはさまだ嵐のために頑張るっていうモチベがあるけどさ、帰りどうする？もうなんか住みたい、ここに。そんくらいね怖かったな。なぜか周りの人たちは全然寝てる、8割くらい寝てたよね。なんで寝られんの？まあ飛行機はそんな感じで、宿がめちゃくちゃ良くて、大浴場にもう夕方5時頃すぐ行ったらめちゃくちゃ空いてて、私が行った時大阪のまだの4人組くらいの人たちがちょうど上がるところで、それ以外人いなかったから貸し切りで入れて、お風呂もその浴槽が3つくらいあって、滝行みたいなさやつあるじゃん。なんか天井からそのお湯が一本の線みたいな感じで直撃してくるやつ、あれとかでね肩とか腰をやってもらいまして、であと露天風呂にも入って、で温泉上がったらアイスがあって無料で食べられるのマジ最高で、さっきセイコーマートに買い出しに行ってね、夜ご飯を買って食べました。セイコーマートで十分だよ、安いし。この後はどうしようかな、ちょっとうちわ見せよう。頑張って作ったんですよ、こちら。ありがとう。どう見えるかな。ちゃんと自分でカッティングシートを切り抜いてさ、出かける前日に頑張って作ったんだよ。反対側 MJ なんかチューンでみんな作るんじゃないかなって思って、でもなんか松は違くないみたいな松はさすがに違うなって思って、MJ だったら、作るのも簡単だし視認性も高いしいいかなと思って MJ にしました。見える席だといいな。なんか失礼とかないよね。なんか大丈夫だよね MJ。 いろいろね、なんか可愛いのをさデコってハートとかやってる人もいるけど、ここまでする余裕がなくて、とりあえず読めればええということでね、こんな感じになっております。明日ライブやばい。とりあえずそろそろライブ多分終わるから、瀬取りを確認して振り付けがあるやつとかはちゃんと覚えていきたいんで、それを確認するのと、もう歯も磨いたし今日はマジで早く寝る。じゃあまた明日。今ね寝ようかなと思って最後にツイッター見てたら、ようやく瀬取りが出ました。長かったね。なんかでも一番びっくりしちゃったのが、なんとアンコールがない。アンコールない、マジか。いや実はちょっと体調的に人混みがやばいからアンコールは聞かずに出ようかなっていう風にちょっと迷ってたから、アンコールなしマジか。ちょっとびっくりですね。でもあれかな、アンコールやるとこの回では何回出たのにこの回では何回しか出てきてくれなかったみたいなことが起こり得るから、もう全部アンコールなしっていうこと。混乱している。でも瀬戸りを見る限りでは久しぶりに聞くわっていうやつがそんなになかったようなので、その振り付けをもう一回覚え直さなきゃとか歌詞入れなきゃみたいな、そういうのはなさそうなんでよかったです。あと言い忘れたんだけどさ、飛行機ジェットスターだったんだけど CA さんのアナウンスがめちゃくちゃ粋で、着陸でもう降りますっていう時のアナウンスに、この後札幌ドームへ行かれる勝ち組の皆さんとかね、幸せをお裾分けしていただけて我々も嬉しかったですみたいなこととか、推しは押せる時に押せとかね、そういう嵐のライブに関する時事ネタを入れてくださって、確かに飛行機内ほとんど多分嵐ファンだったからだと思うんだけど、すごいそういうのありがたいですね。さっき言ったけど助けてくれた CA さんも嵐ファンの方みたいだったから本当にありがたかったな。明日の目標はそうだ、グッズをさ全然今日使えてないじゃん。一人だとね、一人でこうやってさ、なんか外でこうやって腕をこう伸ばしてやるのって結構勇気がいるんですよね。だからもう今日は本当に猪狩くんにスタバを飲ませるみたいな余裕もなかったし、もうちょっとグッズを使った写真を撮る。そしてなんとかライブを楽しんで生きて帰ってくる。もう10時前なんで早く寝て明日に備えたいと思います。おやすみ。おはようございます。ただいま
6時30分でございます。よいしょ。疲れた。やっぱりね、爆睡とまではいかないんですけどね、まあ寝れましたんで、今日はライブです。眠い。ヘアアイロン買いに行こうかな。で、身支度したら朝ごはんを買いに行って、会場には午後行きます。雪は降ってないけど風がめちゃくちゃ強いです。いやでも耳当て持ってきてよかった。とりあえず昨日のセイコーマートにご飯買いに行く。瀬戸りをねまた見てたんだけど、多い映がさ一番好きな曲なんですけど、結構序盤に使われがちだったんだけど、割と中盤にあってよかった。何があっても多い映までは絶対会場にいたい。なんかカラコンをしてたら本人確認、顔認証が通らなかったみたいな人がいて、私顔認証メイクしたし、何よりマイナンバーがさ、寝起きで連れて行かれて犯罪者みたいな、本当に容疑者みたいな写真なんで、ちょっとそこが怖いかも。朝ごはん買ったぞー。よいしょ。客は豆腐ハンバーグ、ベーコンおかかおにぎり、一応ね野菜も取っておかないとっていうことで、蒸し鶏のサラダ。めちゃくちゃ安いな、やっぱり。近くにねファミマがあるんですけど、もう近くのファミマより遠くのセコマ。ちょっとマジ食べさせて。お腹すいた。とりあえず花粉の薬をね少し飲んだんだけど、北海道マジで花粉ないね。ほんのちょっとしか症状を感じない。今日はなんかまだライブに行くっていう実感が全然ないんだけど、本当に今日ライブかみたいな。いつになったら実感湧くんだろう。やっぱ会場入る時かな。ドキドキする。あとね、フォロワーさんと会いたいなって思ってて、ちゃんと私ビッグカツをねフォロワーさんの分も買ってきてるんで、ぜひ渡したいんですけど、いろいろやりたいことあるけどうまくいくといいな。あとでもやっぱりもう一番はさっきも言ったけど、本当に大家までなんとかその聞ける状態でいられれば、もう最後までいたいけどね、でもそれさえ聞ければもう個人的には大満足みたいな。あとあれだね、うちわの文字がベッドも見える位置で入りたいな。できれば。いただきます。いやなんかさ、あんまりレポとかはさ見ないようにしてんだけど、でも MC とかは全然見てもいいよね。北海道まで来てコンビニでって思われるかもしれませんけど、やっぱ一人だとねあんまりはしゃいだことできないんですよ。ご飯食べることは別にはしゃいだことじゃないんだけど、なんかコンビニでいいかなみたいな。でもセイコーマートだからさ、いいと思うな。あとね、問題はネームボードとか使えるのか問題。友達と一緒だったらちょっとネームボード写真撮りたい、撮ってみたいなキャ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 ってできるんですけど、一人でそれはなかなか厳しいよね。静岡にどうする家康の最終回を一緒に見る会みたいな、なんかもっとかっこいい名前なんだけど、それが当たっていった時は勇気を出して近くにいたなんかおばあちゃんとお孫さんみたいな組み合わせで来てた人たちに、すいません一人で写真撮ってもらえませんかって言って撮ってもらえたんですけど、今回もそれをできるか。でもネームボードを持っているとなるとさ、結構ハードルが高いじゃん。しっかりオタクっていうものだから、こいつネームボード作ったんだみたいな。いや別にいいんだけど、他の人が逆に自分に頼んできたら全然撮りますよってなるんだけど、自分のことになるとなんかね、自信がなくなってしまいます。あとこの後はできればフォロワーさんにあげる絵を描きたいな。あんまり期待はしない自分に。あとね、朝10時まで大浴場に入れるらしくて入ろうかなと思ったけど、髪の毛セットしちゃったからね、さすがにやめておくか。やばい大丈夫？いい？ねえやばい。今さ、目覚ましテレビでさ嵐のニュースが流れてたんだけど、
ターニングアップの週間再生数が最高281万回で、5が1300万回だって。すごくない？びっくり。そんなに言ってたんだ。確かにずっと聞いてたけど、すごいな。今からその人たちに会うんだ。やばい。元気に食べます。ごちそうさまでした。今日は酔うっていうことはないと思うんだけど、一応ね、不安薬1日効くやつを飲んで、で会場内とかでやばいってなった時にもっと短時間で効くやつを飲もうと思います。あとこの家から持ってきたビオフェルミン一応飲みます。やっぱりね、油断大敵っていう言葉はね、本当にその通りだと思う。昨日も飛行機ね、あんな大丈夫っしょみたいな感じで乗らなければもうちょっと耐えられたかもしれない。でも周りの人たちがさ、みんな家族も含めてまあ大丈夫だよみたいな感じで言ってたから、大丈夫なんだと思って乗ったらダメだったですよ。だから昨日のあれはね、もうしょうがないよね。切り替え。どうしよう。今もう一回節量見てたら割と最後の方に定番曲がもうドカッと詰まってて、で5も一番最後だったのね。だから5を聴くためにはっていうか、5とかラブソーとかハピネスとか嵐とかその辺を聞くためにはマジで最後までいないといけないんだけど、どうしよう。規制退場とか地下鉄の大混雑に耐えられるのかどうか。どうしたらいい？誰もわかんないよね。どうしよう。なんとかなるかな。数十分前にね、多いだけ聞ければもう満足ですみたいに言ってたやつが言うことではないんだけど、だって感謝感激雨嵐とかでさ、嵐ってやりたいじゃん。やりたいよね。どうする？この顔は何を伝えようとしてる？髪の毛がね、ちょっとやってんですけど、こっち側は割といい感じなんだけど、こっち側がなんかすごいパヤパヤしてんだよ。こっちもパヤパヤしてますわ。普段ね、美を怠っているとこういうところでね、なんだっけ、ヘドが出るじゃなくてボロが出ます。まあいいか。練習しよう、写真の。合ってるこれ。やばい、マジでわかんねえ。いや、無理かもしれないこれ。なんかしゃがんでやるやつもあるじゃん、可愛い撮り方が。やってみよう。なんかちょっと違うかも。避難訓練みたいな、避難訓練のしゃがみ方だったわ今の。今度はネームボードやってみます。オッケーオッケー。これでいいじゃん。だけこれでいいじゃん。疲れた。もうね、会場で撮れなかったら今のでいいです。オタクって本当にね、すごい生き物だよ。人前でね、自信を持ってこうああいう写真を撮れるっていうだけでもう素晴らしい才能だと思います。恥を捨てられるというのはね、とっても大事なことですね。あとちょっとさっとアクスタを取る、でさっと立ち去る、その早い動きが大切だから、そこも練習しておこう。こんな感じ。可愛くないな。なんか指が可愛くないんだよな。いいじゃん。はい。てかルームツアーやってないじゃん。トイレです。綺麗です。シャワールームです。ここが座れるとこになってます。洗面台です。ベッドです。ちょっと実家みたいになってる。テレビです。オッケー。これでマジで写真が撮りたいんだよ。今やる？今やろう。はい。今ね、ちょうどお昼の12時になって、そろそろ行こうかなと思います。カーニバルナイトの振り付けだけもう一回把握して、それ以外は多分大丈夫だと思うんで。緊張するな。
緊張するとね吐き気出るんでね嫌なタイプだよね。てかカラコンをさ、入れたんですけど、なんかカラコンを入れない方が顔認証弾かれないみたいな。マイナンバーの顔がねこういう感じだったらいいんだけど、言ったっけさっき寝起きで言ったわこの話。入れなかったらどうしようね。でも本人のことに変わりはないからそこは押し通していきますけども、これから櫻井翔、松本潤、どういう順番、別に順番に意味はないんですけど、相葉雅紀、大野智、二宮和也に継承略に会える。やばいね。今の心境はいかがですか？まだ実感が湧いていません。まだ実感が湧いていません。よくわからない。とりあえず会場行くけどなんか、とりあえず行くけどみたいな感じですね。あとやっぱり帰りが不安だね。どうにかこの宿にそれなりに元気な状態でたどり着けることを祈りたいと思います。じゃあ行ってきます。よし、では行ってきます。はい、こちらはですね、人が多すぎてとんでもないところでご飯を食べているというところでございます。でね、人が多すぎてちょっとフォロワーさんにもとてもじゃないけど会えないということで写真が撮れないと嫌だったので、二宮たんと大野たんのお姉さんにね声をかけて一緒に写真を撮っていただきました。ありがとう。さあ、そして肝心のネームボードはうまく撮れたんでしょうか。さあどうだ。となんだこのポーズは。練習の成果が全く見られません。そして表情がすごくうつろです。最後のはマシかな。そして先ほどの大野たんのお姉さんがね、見ず知らずなのにしばらく一緒に行動してくださってすごいありがたかった。最後にね、会えたらまた会って一緒にタクシーで帰ろうって言ってたんですけど、さすがに人は多すぎて叶えませんでした。でもありがとう。あとね、しっかり本格弾かれました。イエーイ。そしてね、なんと一人フォロワーさんと会えました。嬉しい。これから登っていくっていう感じですね。そしてコンサートが終わってしまいました。かっこよかった、楽しかった、嵐は本当に存在したという気持ちを抱えながら、とりあえずフォロワーさんに会いにこの一込みをかき分けて札幌へ戻らないといけません。メモ取った影響でいろんなものがねインクで汚れてしまったんですけど、これもいい思い出です。そしてフォロワーさんと松屋でバック語りをしていたところ、翔くんのソロコンのタオルを落としたことに気づきます。7時です。昨日が全部夢だった気がする。昨日はね、終わってからなんとか帰ってフォロワーと喋ってたら、翔くんのソロコンのタオルをなくしたことに気づき、少し絶望で、とりあえず今日探すんですけど、昨日はもう風呂にも入らず顔だけ洗って寝たんで、今日どうにかします。今南郷18丁目駅から札幌ドームまで昨日歩いて帰ったんで、そこをもう一回歩いて探してるんだけど、マジでない。終わった。しかもなんかレポ昨日の分読んでたらどでか照準があったらしくて、これ見逃したんですけど、マジで最悪。もうこれ暑すぎるから今そこまで挨拶しました。なんかチーズアイスバーとか美味しそうなのめっちゃあって、もっと買っとけばよかった。とりあえず食べます。そして結局見つからないまま空港に戻ってきました。なんか占い無料でやりませんかとか言われて、無料で10分受けたり、いろいろ歩き回ったり、おいえって書いてきたり、いろいろやりながら、でもタオルねえなっていう悲しみとともに帰宅していきます。
ただね、タオル探してますっていうツイートしたらいろんな人が拡散してくれたり、飛行機でも隣嵐さんの親子の方だったんですけど、ちょっと具合悪くなるかもしれなくてって言ったらすごい優しくしてくれて、私の腕をお母さんの方がねガッて掴んですごい怖くないようにしてくれたりね、すごい嬉しかった。北海道から立つ時ね、なんか物理的に嵐と離れる気がしてすごい悲しくなって、もう涙がボロボロでした。ということで、ミヤ嵐札幌公演3日間本当に本当にお疲れ様でした。嵐の5人もそうだし、会場に行ったファンの皆様全員本当にお疲れ様でした。そしてね、なくしていた翔くんのソロコンのタオルなんですけれども、それっぽいものが見つかったらしいので、もちろん着払いで届けていただくことになりました。本当にありがとうございました。嵐ファン優しい人ばっかりだなってもう身に染みて感じました。そしてもう二度と絶対になくしません。もうちゃんと名前を書きます。棺桶に一緒に入れて焼いてもらう予定なので、がっつり名前書こうって思います。で、もうタオルなくしたショックでライブ終わった後、本来はホテルでなんかここが良かったみたいな喋ろうと思ってたんだけど、それどころじゃなかったんで感想だけ言いたいなと。今回のライブをね、もう個人的に一言で表すならこちらです。ドン。失恋。なんでかっていうとね、歌って踊るそのアイドルをやっている松本潤を見たのは初めてだったし、その他4人のメンバーに関してももう初めてお目にかかったわけで、同じ空気を吸うっていうだけで前代未聞というか、それだけでこうなんだろうな、人生レベルの出来事だったわけですけれども、その上歌って踊るわけじゃん。元から好きだったけど余計に恋みたいな感じになっちゃって、物理的にもなんかその衣装のキラキラとかもあるけど、なんかもう本当に輝いてて、しかもね、なんかファンサーとかも人にしてるところももちろん何度も見たし、多分桜井翔さんが私のソロコンタオルに気づいてくれたっぽくて、なんかおこがましくて、もらいましたってその自信を持っては言えないんですけど、気球の時にねこうやって持ってて、タオルを、今まだ届いてないからないんですけど、これが翔くんのソロコンのタオルだとしたら、こうやってね、右手にペンライトを持ってこうやってやってたんですよ。で、曲がさ、確か果てない空だったはず。会場がねこういう感じだったと思うんですけど、ここが正面のステージで、ここら辺だったんですね。翔くんがこっちからさ、こうずーっと気球で来て、この正面を通り過ぎて気球がこう来た時に、こっちの方向をね見てね、手を振ったんですよね。で、その時の手の振り方がなんて言うんだろうな、例えるならば、街中で久しぶりに友達に会った時みたいな、久しぶりみたいな、おーみたいな、伝わるかな。翔くんのこの気球の位置から見えるここら辺全体に向かってこうヤッホーヤッホーっていう感じではなくて、ただね、もちろんね、分かってます。右にも左にも後ろにももうたくさん桜井さんなんていっぱいいたと思うから、絶対自分だとは言えないんだけど、その翔くんが手を振った方向には確実にいた。それだけはマジ。久しぶりっていうお手振りをなんか普通の顔うちわとかに特定でするかなと思って、タオルをなくしたツイートになんかファンサーをいただいたってこう断言して書いちゃって、それはちょっとなんか今思えばちょっとおこがましすぎたなって思うんですけど、でも自分の中ではもうあれは気づいてくれたっていうことにしたい。そう、でもね、だんだんね VTR とかもあったじゃないですか。でもあれも最初はなんか普通にバースデー動画のね、こんなこともあったよねみたいな感じだったのに、なんかだんだんとこうその VTR を見ながら喋る嵐のそのインタビューも、嵐とはみたいなちょっと不穏な空気になってきて、会場のオタクたちもねなんかってなんかこう察してくるわけですよね。でも曲はねめちゃくちゃ寂しい曲、いやでもあったな、マイガールとかさ、ちょっとやばかったね。で、肝心のオーイエーなんだけど、一番好きな曲なんですけど、全然記憶がなくて、手振ってオーイエーってやった、これをやった記憶はあるんだけど、メンバーがどこにいて誰を見てたとか、音がどうだったとか、歌がどうだったとか全然覚えてなくて、強いて言えばイントロの時に翔潤がジャン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 ってやるじゃないですか、飛べーって言って、あれがね、潤くんがなんかちょっとリズムがこうずれてて、でそれを翔くんがこう頑張っていつものリズムにこう頑張って戻そうとやってる言ってるところだけは覚えてんだけど、なんでそんなところ覚えてんの。逆にそういうちょっといつもと違うところがあると記憶に残りやすいから、逆にそこを覚えているっていうことがいいのかもしれない。その自分が入った回だけの出来事
をやっぱり覚えていたいじゃないですか。あと小順短としてあるまじき行為、頭ごっつんを見逃しました。双眼鏡でずっと最後も見てて、モニターを信じてなかった。その DVD と変わんねえじゃんっていう謎のプライドが発動してしまって、双眼鏡をメインで使ってたんですね。でも今思えば、そのモニターだろうが、そこに映っているのが、そのリアルタイムの同じこの会場内のその彼らなんだから、モニターも見ろよって言いたいですね。あとね、ガッツもね、見逃しましたね。で、あとね、まあそれ以外で櫻井翔もしくは松本潤が好きな人にね、ここを見てほしいっていうのがね。遠征行けてよかったな。これからまだ残ってますけど、羨ましい。本当にね、これからの公演に入る嵐ファンの方々がもう後悔ないように楽しめるように祈っておりますので、どうか楽しんできてください。ということでね、私の今回の遠征は以上になりますが、とってもいい思い出になりました。ありがとうございました。バイバイ。